いいです。ですけど。ではまず、セクション1では、繰り返しと条件構造について説明があります。まずは、そうですね、条件構造、条件分岐についての解説をします。ほとんどの最新のプログラミング言語と同様に Python には if とか elif とか else というコマンドを使用して分岐と条件付き実行を行います。で、Python には case というステートメントはありません。例えば C++ にあるという case ステートメントは Python にはないです。ですので、Python では一連の if と elif、または最後に else というステートメントを使用して、そうですね、分岐と条件付きのステートメントを実行することができます。では、この使用例を見ていきましょう。まずは x という変数に、自分が決めた値を代入します。例えば、そうですね、今の場合はマイナス40となっている。例えば、OK、じゃあ変更しましょう。6にしましょう。この値を代入すると、下の if, elif, elif と else のコードを見ていきましょう。一番最初の if の後の条件ですね。は、x が10以上。この場合は、x が10以上の場合は、print x 10以上というステートメントが実行されます。ただし、x が6ですので、10以上ではありません。なので、このステートメントがアクティベートされません。実行されません。ということは、次の elif の条件が確認されます。で、x は6ですので、確かに4以上ですので、この条件が true となりますね。この条件が成立しますので、だからプリント x が4以上が実行されます。では確かにこのセルのランボタンを押すと、x が4以上という文字列が表示されました。そしてその下に This is always activated という部分も出ましたね。Python ではブロックを定義するときに、こうインデントという空白ですね、を使って定義します。他の、例えば、そうですね、プリント x が10以上のところは、if、前の if と比べて、少しインデントがありますね。その空白がありますね。こういうふうに定義します。ですので、そうですね、ここは if の中身。これも elif の中にあるステートメントですね。で、こういうふうに if、elif を使って、で、どんどん、例えばすべての if と elif の条件が成立しない場合は、else が実行されます。例えば、次は x こういうふうにし例えば、マイナス16。マイナス16をすると、すべての条件に成立しないので、else が実行されます。では、このセルをランボタンを押すと、else の中身が実行されますね。では、else の中身というのは、こういうふうにインデントされているものという意味です。ということは、else was activated が表示され、ですの後は、this is part of the else こっちも表示されます。そして最後なんですが、最後のプリントは、this is always activated というプリントは、インデントがありませんね。ということで、このプリント this is always activated という部分は else の外にあるので、これは x の値と関係なく必ず毎回表示されるものです。だからどんな x の値にしても、最後に This is always activated が表示されます。今は x は16にしましたので、一番最初の条件が成立しますので、true という値が出まして、だから x が10以上が表示されます。で、こういうふうに Python では条件分岐を表現することができます。if, elif, else を使って、インデントを使います。この場合は一番重要な条件は上の方に持っていくのは重要です。では、そうですね。次は、そうですね。先ほど説明したの通りですので、じゃあ次の例を見ていきましょう。じゃあ、if4 が5以上というコードがありますね。もちろん4は5以上ではありませんので、この条件がfalse になるはずですね。なので、if の中にあるステートメントは今回は2つですね。print4、5以上と
print is this line part of the if statement。この2つのステートメントにはインデントがついているので、これ if の、if ブロックの中に属しています。でもちろん4は5以上ではありませんので、この2つのプリントが実行されません。実行されるのは一番最後のプリントです。This line is definitely not part of the if statement。この最後のプリントはインデントがありませんので、4が5以上であっても出なくても関係なく必ず実行されるプリントステートメントです。では、下の方の例を見ていきましょう。下の方の例は、中身はほぼ同じに見えますが、ただし、今回の if ステートメントの中にあるそうブロックが1行しかないですね。プリント4が5以上。そうですね、3行目と4行目では、すべてインデントがありませんので、だから今回は表示される結果が少し変わりますね。これを実行すると、表示されたプリントステートメントは最後の2つですね。Is this line part of the if statement? This line is definitely not part of the if statement. この2つのプリントが実行されました。なぜなら、インデントがありませんので、4が5以上という条件は、どんな結果であっても関係なく実行されるものです。ですので、Python ではこの空白はとても重要です。空白を使ってブロックがどこからスタートする、どこまで続くのかを表現するために使用されるので、ここは必ず Python コードを書くときに注意してください。場合によってこのようにエラーが出なかったんですが、でも予想している結果とは違うので、ここは気をつけましょう。はい。そうですね、簡単な説明でしたが、ここは、if Python での条件分岐の使い方です。Thank you. Thank you. Okay, second, let's talk about loops. Looping is when you want to run the same code over and over again. And there's two main ways to do that. One is a while loop. A while loop executes as long as the condition is satisfied. So in this case, as long as x is greater than 6, we will print out x and then set x equal to x minus 2. So in this case, x equals 14, and then while x is greater than 6, we print x. So we have 14, 12, 10, and 8. And then after the last loop, x gets set to 6. And so we exit the loop and print this last line. The loop ended, and now x equals 6. Notice that this is risky. If I accidentally delete a line, for example, if I commented out the x equals x minus 2, then this loop will print x forever and ever, and x will always be equal to 14. And this loop will run forever. So you see that now it's running forever and it's printing out 14 over and over again. The only way to stop it is to click the stop button. I can print the stop button, and now this loop has stopped. But you have to be careful if you're running code and not watching it. You have to make sure that there's some way to end your loop. Otherwise, the loop will go on forever. A for loop takes care of that for you in some way. A for loop runs the loop a specified number of times. In particular, for loops in Python are a little bit unique. We have for x in range 3. This range 3 can be any function that generates a sequence of values. So in Python, the range function generates a sequence of values. If I just specify range and then a number, it specifies the numbers starting at 0 and going up through 3 minus 1. So in this case, you can see that it generates x is set equal to 0, and then 1, and then 2. 3 times through the loop, x goes values 0, 1, and 2. This range function actually has some other ways that we can call it. We can set the value from 2 to 5. This will start at 2, and then go 2, 3, and then 4, and then stop before we get to 5. The range function itself generates what's called a range object. This is an object that generates a sequence of values.
if I put that range object as the after the word in a for loop, then it will iterate through each of those values. So in this case, it'll go through the values 2, 3, and 4. If I make this 2 to 8, it will print the values 2 through 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, but not including 8. And finally, if the range function is given 3 values, then the third value is called the step. So in this case, it will start at 14 and go until just before it hits 8 with a step size of -1. So it'll go 14, 14, 13, 12, 11, 10, 9, and then stop before it gets to 8. So range has these 3 standard ways to call it. First of all, you can call it with only one argument, in which case it will start at 0 and have a step size of +1. Or you can call it with 2 arguments, in which case it starts at the first argument and goes until the second argument with a step size of +1. Or you can call it with 3 arguments, in which case the first argument is the start, the second argument is the stop, and the third argument is the step size that it does for iterating. You can also use any other sequence. If you don't like a range of integers, for example, you can give it a string, and then it will iterate through every character in that string. So in this case, A, B, C, D, E, F, G, it prints the letters A, B, C, D, E, F, G. If you type the cat in the hat, it will iterate through all of the characters in the string the cat in the hat, the cat in the hat. Right? So we can give it any kind of sequence that we want here, and it will go through all of the values in that sequence. In this case, the sequence is a string. In this case, the sequence is a range object. And then we can also put loops inside of loops. So we can do for character in ABC, for n in 0, 1, 2, we can print the outer loop value and the inner loop value. And notice that it will do inner loop 0, 1, 2 with the outer loop A, and then inner loop 0, 1, 2 with the outer loop B, and then inner loop 0, 1, 2 with the outer loop C. So we have a loop inside of a loop. And that's often useful if we want to, for example, index the row and the column in an image. We can do this by looping through the row indexes while looping through the column indexes. Sometimes you want to break out of a loop in the middle. Sometimes you want to search through a sequence of values and break out once you've found a particular value. And for that, it's useful to know about the continue, break, and pass functions. These are functions that break out of a loop or skip over one iteration in the loop or do nothing at all. So the break function actually breaks out of the loop. The continue function just skips over one iteration of the loop. And then the pass function does nothing at all. It's a placeholder that you put when you want to hold a spot in your code for something that you will write in the future. So the continue function, for example, if n is 3, 6, or 7, continue means skip out of the current iteration of the loop and go on to the next iteration. So n will be set to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let me just comment out these 2 lines of code so that you can see what this does without that. It goes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. But if I add these 2 lines of code, the continue function here causes it to skip over iterations 3, 6, and 7. We have 0, 1, 2, and then 4, and then 5, and then 8. So it skipped over the n equals 3, n equals 6, and n equals 7. Break, on the other hand, is perhaps even more useful. Break is found if you're searching through a list of values, and when you find the value you want, you leave. You stop iterating. So in this case, if we find 3 or 6 or 7, we break out of that line, the loop entirely. So it goes 0, 1, 2, and then it found 3, and so it breaks. It stops the for loop. And then finally, the pass function actually does nothing at all. When I run this code, I said, if n is 3 or 6 or 7, well, don't do anything. Just go ahead and print n anyway. This pass function seems like a waste of space, and in fact, it is intentionally a waste of space. The pass function is basically a placeholder. It means that you have an if statement, and you know that you want to put some code here,
but you don't yet know exactly what you want to write there. And so while you're writing the code, you write the if statement and you leave a pass here, meaning I want to come back later and revise my code and insert something other than a pass statement. In the meantime, it just prints out 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It prints out all of the values because the pass statement does nothing at all. Okay, Professor Mochizuki, do you want to translate about loops? Tell them about loops? OK。Thank you. はい、では、セクション2では、繰り返し構造について解説します。繰り返し構造の呼び方は様々ありまして、繰り返し構造、反復構造、または英語ではループと言います。で、最近は日本語でもループという専門用語によく聞きますので、聞きましたら、ループというのは繰り返し構造のことです。では、名前の通り、ループというのは、同じ処理を繰り返し実行するための構造です。ですので、Python では大きく分けると2つの種類の繰り返し構造があります。while loop と for loop とあります。では、while loop について先に見ていきましょう。while loop は、そうですね、ある条件が満たしている限り、そのループの中にある処理を繰り返しに実行します。例えば、この例見てください。まずは x に14という値で代入して、で、while 文なので、while というキーワードを使います。で、while の後は条件を書きます。今回の条件は、x が6以上である限り、ね、でもちろんその後はコロンを使っています。コロンを使って会議をすると必ずこのインデントが出てきますね。while 文であっても if 文であっても同じです。そうすると、インデントが必要ですので、インデントがあると while 文の中身ですね。while 文の中にある繰り返しに実行されるステートメントはどこまで続くかを知るためにはこのインデントを使います。今回の while 文の繰り返しされるステートメントは2つあります。print x と x イコール x-2。この x イコール x-2 は、これは代入演算のことですね。x の値を更新するために使用される。では、ここを見ると、なぜこの代入演算が必要かというと、この例えば x イコール x-2 をコメント、まずはこのまま、ごめんなさい。まずはこのまま実行すれば、このような結果が出ましたね。14、12、10と8。これどういう意味かというと、最初は14という x がありまして、で、それは確かに6以上となっているので、x が表示されます。ということは14が表示されました。で、その後はそれマイナスにされるので、12となって、で、また12が6以上という確認されますので、これは true になっているので、また x が表示されて12。で、このまま12、18。8という値がたどり着いたら、x イコール x-2 が実行されると6となりますね。で、6となったら x が6以上という条件が false ですね。なるので、while 文が停止します。で、その後のプリントはインデントがされませんので、必ず while の後に実行されるものです。で、ここのプリントの中身は、the loop ended and now x equal 6。このように、これは基本的な while 文の実行処理なんですが、ただし先ほど言いましたように、この代入演算、この x イコール x-2 の代入演算のところは特に重要です。ここコメントを追加するとどうなるかというと、Sorry, could you please comment out the x equal x-2? Thank you. こういうふうにコメントをつけると、もちろんこの実行が無視されますね。だから、ランボタンを押すと、ずっとこれ無限ループとなります。英語でインフィニットループとなって、ずっと実行されて停止しないですね。で、その理由は皆さん多分分かったと思いますが、x の値はずっと14であることになっているからです。x の値が更新されないので、ずっと実行されます。
から、while 文を使うときによく間違えるところはここですね。この第二演算が忘れるときがあると、このような望ましくない実行になります。だから、必ずこの条件、停止条件がなるような while 文の中身ですね。その処理を書いてください。Thank you。では次、そうですね。だから必ずこの x イコール x マイナス2ですね。その更新するようにしてください。So if です they do this, if they do this by accident, they should press the stop button. Here. Thank you very much. だからもしこのような状況が来たとしたら、このストップバトンを押してください。Hmm. 場合によって There we go. 反応 It し took な it a いと。 minute. It's They can tell frozen. that it's stopped. The number shows up next to the あ next to the. だから実行中はこの今 in32 が表示されていますが、実行中はこのアステリクスが表示されますね。でもしそのアステリクスが消えて何らかの数字が出た場合は、これは止まったという意味です。今、ランバタンを押すんですが、このように今アステリクスが表示されますね。これは実行中という意味です。ストップボタンを押したら数字が出てきます。毎回もちろん数字が変わりますね。では、もう一つのループですね。Python でのループは for 文と言います。for 文は while 文に比べて少しだけ楽感じますね。なぜかというと、先ほどの x イコール x マイナス2、このカウンター変数を更新しなくてもよくて、これは Python が自動的にしてもらうからです。だからこのように、for 文を書くことができます。for というキーワードと書いて、あとは x。で、in。で、in の後は、今回はこの range 3と書いてありますね。それはこの range 3というものは実はPython の関数ということです。help range を実行すると、その使い方が分かります。先週 help という関数について練習しましたね。またそれを使って range を入力すると使い方が分かります。この range はイテレーターと呼ばれるオブジェクトのタイプを返す関数です。だから range でその中に数字を入れると、例えば range 3、今回は3ですね。この場合は、もちろんコロン使って、あとはインデントで実行、繰り返しにしたい処理を書けばいいですね。ここでは printx が繰り返されるステートメントです。ですので、ここではこの x がどういう値を取るかを調べるために使用されましたね。そうすると、ランボタンを押すと実行結果は0、1、2となっていますね。ということは、レンジを使うと、0からその3-1までの数列が生成されます。で、毎回のイテレーションで x にその数列の中の一つの数字が代入されます。まずは0が x に代入されて、次のイテレーションで1が x に代入される。で、次は2ですね。例えば、レンジ、例えば7にすると、3ではなくて、レンジ7にすると、表示される結果は0から6までです。7までいきません。7マイナス1だから、例えば、レンジ n であれば、n マイナス1、0から n マイナス1の数列が生成されます。でということは、7回繰り返されるということです。これは一番シンプルのレンジの使用例。でも、レンジでは実は他の引数を追加することができます。例えば、2つの引数をとかパラメータを、入力した場合は、例えばここはレンジ25。こういうふうにすると、2から4までです。2から5マイナス1までの数字が出てきます。で、前の、例えば、print range 25ですね。レンジ25は
そのままプリントに入力すると、そのレンジ25というオブジェクトが返されますので、だから、後で他のデータ構造を勉強しますが、このままレンジが生成する数列が見れないですね。だから、今の知識では、レンジが作っている数列を表示するためには、このように for n in range to 5で print n で、見れる方法です。だから、必ず0からスタートしたい場合は別にパラメータ1つでは OK です。でも、0以降ですね、1とか2とか3からスタートしたい数列を生成したい場合は、2つの引数が必要です。で、実はレンジ、はい。実はレンジにももう一つの使い方があります。パラメータを3つに与えた場合は、このように、そうですね、レンジ14から14、8でマイナス1ですね。この最後の3つ目のパラメータは、14から8までの、そうですね、数列を作るときに、各数字との間の差ですね。これはステップと言いまして、その差を指定することができます。こういうふうに、今までは、上順でしたね。で、個順という並び方の数列を作ることもできます。例えば14からスタートして、そこからマイナス1、13、マイナス1、12、マイナス1、11、マイナス。こういうふうに個順で数列を生成することができます。こういうふうに14、レンジの中身には14、8、マイナス1をすればできます。もちろん、例えば、ここはマイナス2をすれば、14、8とマイナス2をすれば、また別の数列が生成されますね。14、マイナス2なので12。で、12マイナス2は10。こういうふうに表示されます。もちろん8まではいきません。これはレンジの使い方です。で、for 文の中で先ほど言ったように、レンジは、そうですね、イテレーターと呼ばれるオブジェクトのタイプを返します。ただし、必ずレンジを使わないといけないではなくて、もちろん他のイテレーターを使っても問題ないです。例えば、文字列ですね。数列じゃなくて文字列を使えば繰り返しを実行することができます。ですので、ここでは for C in こういうふうに文字列は ABCDFG を使っています。で、この for 文の繰り返すステートメントは一つのプリントですね。print the next letter is。で、こういうふうに run ボタンを押すと、この ABCDFG の中にあるそうですね、文字列を一つずつ表示していきます。から一番最初のイテレーションでは ABCDFG の A が C に代入されるので、だから表示されたのは The next letter is A。で、2回目のイテレーションでは C に代入されるのは B。で、次は C。で、次は D、E、F、G。このように一つずつの文字が C に代入されます。ですので、今回は実行、繰り返しの実行回数は、その文字列の長さとなります。ここでは A, B, C, D, E, F, G の中には7つの文字があるので、7回実行されるという意味です。これは基本的な for 文と while 文の使い方です。で、多くの場合は、一つの繰り返し構造の中に他の繰り返し構造を追加することがあります。これはネストと言います。例えば、ここは for C in ABC という繰り返しの中に、他に for N in range 3があります。でそうすると、この2番目の繰り返し構造ですね、のプリントを実行すると、このように、毎回3回ですね。3回で、4C in ABC は3つの文字があるので、これはトータル9回ですね。こういうふうに、outer loop is A, inner loop is 2。だから、一番最初の繰り返しですね。4C in ABC には、3つ A、B、C だから、これは3回実行されますが、
各1回ですね、例えば for C in ABC に A の場合は、A に対しては、この for N in range 3が実行されますので、A に対しては3回実行されますので、こういうふうに outer loop is A、outer loop is A、outer loop is A 3回がありますね。で、それぞれ、inner loop が0、1、2となっています。たくさん、場合によってこれが必要か必要じゃないにはなりますが、でも例えば、二次元の行列ですね。二次元の行列、それかテーブルですね。の各セルを確認したい場合は、このようにネスト、ループを使えば、すべてのメンバーですね。すべての要素を確認することができます。これよく使いますので、皆さん練習しておいてください。では、あと、もうちょっと、そうですね、ループに関しての他の便利なキーワードですね、と機能があります。繰り返し構造を使うと、できるだけ効率的にプログラムを書きたいので、例えば、もし長いリストとか長いそうですね、行列の中で検索していて、でもし探している数字とか文字を見つかった場合は、そこで停止したいですね。その後を検索する必要ないので、だからこの場合はいろんな continue とか break とか pass というキーワードを使うと、効率的に繰り返し構造の実行ができます。では、3つのキーワードがあります。continue は、現在のイテレーションを止めて次のイテレーションに行くために使用されます。例えば、この例を見てください。for n in range 10。ここでは10回この繰り返しが実行され、で生成される数列は0から9ですね。から n が取る値は0から9です。で、この for 文の中に if 文がついてますね。で、その if 文の条件は、if n が3と等しい、または n が6と等しい、または n が7と等しい。どちらか true となった場合は、continue が実行されます。では、ここの部の run ボタンを押すと、出てきた結果は、0、1、2、4、5、8、9。ということは、3の時と6の時と7の時がスキップされましたね。プリント N が実行されませんでした。こういうふうに、continue の使用ができます。では次、ブレイクですね。ブレイクというのは、もし実行されましたら、そのタイミングで、for loop とか、その繰り返し構造、一般的に繰り返し構造が止まります。停止します。だから今回は、if n が3と等しいの場合は、ブレイクが実行されます。これをランボタンを押すと、このように、n が3の時に、その場でこの for 文が停止しましたので、3が表示されません。0、1、2しか表示されなかったです。これはブレイクの使用で、最後に pass というキーワードがあります。パスというのは、実際は何も実行さ、パスが実行された場合は何も効果がないですね。パスというのは、例えばもし後でこの if 条件が true となったときに、コードを書きたいと思った場合、後で、後のためにそのコードを入力する、プレイスホルダーですね。場所を一応、後で忘れないように、こういうふうにパスを使って、メモしておくというために使用されます。からこのパスは実行されたときに何も効果がありません。からこの場合は、ランボタンを押すと、すべての数字0から9まで表示されます。簡単な説明となりますが、このように、Python で繰り返し処理が使用できます。Thank you. Thank you. Now let me talk about one of the most useful and complex data types in Python. That two different data types actually, lists and tuples. Lists and tuples are very similar to one another. Both of them are created by having opening parentheses
followed by a sequence of any kind of objects, followed by a closing parenthesis of the same kind. If the parenthesis is a bracket, if the parenthesis is a square bracket, then the resulting data type is called a list. If the parenthesis is a normal curved parenthesis, then the data type is called a tuple. And I'll describe a difference between them later, but for now, for many uses, they're exactly the same. There's only one small case in which they're different. So you can see that we have 1, 2, 3, the strings hello and world, and the Boolean objects true, true, and false. Here is a list containing those 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a list of those 8 objects, and here's a tuple containing those 8 objects. We can also create lists and tuples. Let me actually print the types. So if I run this, you can see that Python says that list 1 is of type list, tuple 1 is of type tuple. So they are different in this way. They have different types. The different types behave very similarly in many respects. If I create a string, the string this is a string, and then I can convert it into a list by using the keyword list. This keyword just converts the string into a list and saves that as list2. If I use the keyword tuple, it converts the same string into a tuple and saves that as tuple2. So if I run this, we can see here's the string, here's the list, this is a string, and you can tell it's a list because it has a square bracket at the beginning. Here's the tuple, this is a string, and you can tell it's a tuple because it has the curved parentheses at the beginning. Both of those are the same. They both have a length of 16 because the length of the string is 16 characters. So you can see that when I printed the length of this tuple, the length was 16. You can also create an empty list that has a length of 0. So here's an empty list, here's an empty tuple, and both of them have a length of 0. So the list, open bracket, close bracket, has a length of 0. The tuple, open parenthesis, close parenthesis, has a length of 0. These are containers mostly designed so that we can index and find objects inside them. So if I want to print the third item of the list or the third item of the tuple, in both cases, the third item is hello. Notice that this is actually the fourth item, 1, 2, 3, 4, but in Python, all indexing starts from 0. So the number 1 is actually item 0. The word hello is item 3. So item 3 points to the fourth item in the list or in the tuple. If I want to list the third item through the fourth item, 3, 4, 5, I can list items 2 through 5. So this is item 2, item 3, and item 4 in the list or in the tuple. And those are the same in both cases, right? So if I use the colon like this, then I get another list or another tuple. If I use a single index, then I get just the string hello. So we can get a single item out of the list, or we can get what's called a slice. When I take 2:5, this gives me a slice starting at item number 2 and going up through item number 4. Here's item 2, item 3, and item 4 in this list or tuple. The difference between lists and tuples is that you can change a list, but you can't change a tuple. So if I want to take the fifth item of the list and change it to the word Kyoto, I can do that. I can run list 1, item 4 is called Kyoto, and now the contents are 1, 2, 3, hello Kyoto instead of hello world. If I try to do that with a tuple, I get an error. Tuple object does not support item assignment. So the only real difference between a list and a tuple is that a tuple is unchangeable and a list is changeable. That will be useful sometimes when you want an unchangeable object to store data that should never change once it's created. In that case, you want to use a tuple. Otherwise, you want to use a list.
Lists and tuples have their own multiplication and addition. So for example, if you add two lists, that means you should concatenate them. Here I have hello world and ABC. If I add them together, that means I should concatenate them. Similarly, if I add two tuples, that means I should concatenate them. So I get hello world ABC. If I multiply a list by an integer, that means I want to take that list and duplicate it 4 times in a row. Right? So if I multiply times 4, I get ABC, 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 ABC. If I multiply the tuple times 2, that means I want a tuple that contains the contents of tuple 3 twice, 2 times over. That the plus and the times are special methods defined for lists and tuples, and there are also other kinds of special methods. So enumerate, for example, takes the contents of list 1 and list 3 and returns each of those items one after another in turn together with its index. So this 4x comma s in enumerate list 1 plus list 3 times 2. The X, it goes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enumerating all of the item indexes, while S goes through and lists the content. Hello world ABC, ABC. So we can use the plus and we can use the times, and we can also use this special function enumerate that converts the sequence of items in the list into a sequence together with their integer indices. Another special list function is the append function. I can take list 1 and I can append some content to the end of the list. Or I can take an empty list. This is especially useful if I have an empty list and I want to append the string A, and then append the string B, and then append the string C. And we can see these two values. Here I've printed out list 1 and I've printed the length. List 1 now has a length of 3. The 3 strings in it are hello and world, and a long string to put at the end. This string is the third item. The formerly empty list now has the contents ABC, and it has a length of 3. So that list has expanded its length quite a bit. I can also sort the words in a list. I can take a list like this. Here's a list of 5 words. Hello, this is a sentence. And then I can apply the sort function, which sorts that list in place, resulting in the list A hello is sentence this. Notice that it's sorted now in alphabetical order, starting with the letter A and ending with the letter T. And then finally, another thing that I can do is to actually to apply range to the length of the list. The len function returns the length of the list. In this case, the length of list 1 is 3. And so for n in the range from 0, 1, and 2, I can print the index followed by the corresponding item of the list. And I get the same thing that I got from enumerate. I get 0, 1, and 2, and the strings are hello and world and a long string to put at the end. So lists and tuples are both ways of having a sequence of any arbitrary kind of object. We saw that range generates a sequence of integers, and a string is a sequence of characters. A list or a tuple can be a sequence of any arbitrary kind of object, strings or integers or floating point numbers or booleans. And the only difference between a list and a tuple is that once you create a tuple, you can't change its content. Once you create a list, you're allowed to change its content. So that's a lot of information about lists and tuples. The homework will give you examples of how to work with lists and tuples. And also it's worthwhile to look up some tutorial if you haven't understood this. But here are some examples on this webpage that will help you to learn how to use lists and tuples in case you haven't previously worked with them. Basically, these are for containers containing an arbitrary sequence of objects. Professor Mochizuki, do you think that this sounds reasonable? Do you want to go ahead? Yes, yes, Okay, of thank you. course. Lots of content. Thank you. Yes. はい、では、セクション2では、Python でよく使われるデータ構造というリストとタプルです。もちろん他のデータ構造がありますが、今回はこの重要な2つに集中して説明していきます。では、まずはどういうふうに、まずはリストとタプルは Python ではオブジェクトの一覧を保存するオブジェクトです。またはコンテイナーとも言います。
でリストとタプルを作成するために特別な構文があります。リストを作成するには、リストの開始の前に、この各括弧ですね。この括弧の種類を使う。で、最後にこの各括弧を使用します。タプルを作成するには普通の括弧を使います。だから最初と最後のシンボルは、記号は普通の括弧を使うことができます。どういうことかというと、このコードを見ればわかると思います。まずはリスト1という変数。変数名は例えば文字列とか数字でも同じルールで変数名を決めることができます。こういうふうにリスト1を使用して、で、新しくリストを作成するときに、この代入演算子が必要です。このイコールサインが必要です。で、この括弧で、ここでは1、2、3、Hello, Hello, World, True, True, False というふうな要素で構成されたリストとなります。ここで書いてあるように、各要素と要素の間はカンマが必要です。あと、リストの中にどんなデータ型を入力しても問題ないです。例えば、数字と文字列とブルのデータ型を使っても問題ないです。で、こういうふうにプリントリストを書けば、もちろんリストの紙が表示され、で、このリストという変数が、そのデータ型ですね、そのタイプを確認したい場合は、タイプリスト1をすればいいです。では、ここはランボタンを押すと、まずはリストの方ですね。最初の2つの2行は、リストの中身がそのまま表示されました。で、そうですね。そのままです。で、その下の方はタイプですね。list of type。これはクラスリストという種類となっています。これはリストの作成と表示方法です。タプルもとても似ています。実はリストとタプル非常に似ているデータ構造です。ただし、いくつかの変更点があります。例えば、タプルの場合は、括弧ですね。タプル1イコールで、この括弧が普通の括弧を使用します。で、あとは中身は、要素と要素の間は、リストと同じようにカンマを使用して区切ることができます。もちろん、タプルの場合でも、数字であっても、文字列であっても、ブール値であっても、どんなデータ型で要素を作成することができます。で、同じようにタプルの中身ですね。タプルの要素を全部表示したい場合は、こういうふうにプリントタプル1を入力すればできます。データ型を確認したい場合もタイプ関数を使えばわかります。では自己結果の中にある最後の2行でわかりますね。プリントタプル1を実行すると、普通の格好で中の要素が確認できます。で、タイプはクラスタプルとなっています。これは、そうですね、作成するときの代入方法です。このようにできます。では次を見ていきます。実は別の方法で、タプルとかリストを作成することができます。例えば、文字列ですね。この strings という文字列をリストに変換することができます。こういうふうにリストというメソッドという関数がありますね。からリストと書いて中に string2 という文字列の変数ですね。を入力するとか、文字列をタープルに変換することができます。こういうふうにタープルという関数を使って、で、引数としてはその文字列。では、こういうふうに変換した場合は、どのリストとかどのタープルが得られるのかを確認しますね。こういうふうに print list to print tuple の結果を見ていきましょう。では、ここで Run ボタンを押すと、このような、まずは1行目は、最初の括弧は各括弧となっているので、ここで括弧の種類でリストかタープルを分かりますね。で、こういうふうに、文字列の各文字ですね。各文字がリストとかタップルの要素に作成されましたので、この THIS それぞれが一つの要素。もちろん空白もスペースも要素として変換されますね。例えば、ここはもう一つの要素ですね。
で、場合によって、例えば繰り返しをするときとか、場合によってそのリストとかタップルの中に何個の要素があるかを知りたい場合もありますね。まあ、それはリストとかタップルの長さと言います。なので、この len という関数を使えば調べることができます。まあ、len は英語の length ですね。長さの省略なので、こういうふうに len tuple to を実行すると、ここは16という結果が出ました。ということは、タプル2の中にある要素は12個、10ごめんなさい、16個が入っているという意味です。これはもう一つのリストの作成方法です。で、実はまた他にリストとタプルの作成方法があります。それは空リストとか空タプルと言います。こういうふうに empty list と書いて、empty tuple と書いて、これはもちろん変数名なので何でもいいんですが、空リストとか空タプルの場合は、その格好だけを入力すると、何も入ってないリストとか、何も入ってないタプルを作ることができます。で、このように、このプリントステートメントの中に変数名、empty tuple とその len ですね。を使うと確かに長さが0というふうに表示されたので、何も入ってない、要素がないリストとタップルが作成されたことを確認できます。今見せたのは3つの方法でリストとタップルの作成ができます。では次はリストとかタップルの中にある要素をどういうふうに、例えば1番目とか2番目とか3番目の要素、どういうふうにアクセスできるのかを見ていきましょう。リストとかタップルの各要素にはインデックスですね。また素位置とも言います。インデックスがついてます。で、ただし、ここは注意がありますが、一番最初の、このようにですね、一番最初の要素のインデックスは0から始めます。だから1番目の要素は、インデックスは0がついているので、ここだけは注意してくださいね。他のプログラミング言語でも同じですが、例えばリスト0とかリスト1をすると、リスト1をすると、これ2番目ですね。2番目の要素が表示されます。だからここは0からスタートすることを気をつけてください。リスト2をすると、これは3番目の要素が表示されます。また、リストとかタップルさんは4番目ですね。それが Hello ですね。これはリスト1中身を思い出してください。1、2、3、Hello, World, True, True, False がでしたので、Hello が4番目の要素。クラスの場合はインデックス3がついていることを気をつけて。これ覚えておいてください。例えば、ここは4にすると、次は World ですね。これは5番目の要素。では、こういうふうに一つの要素だけを指定して表示することができますが、でも他にも、例えばリストとかタップルのスライスと言いまして、例えば、ここにリスト1、2、コロン5となっていますが、これはインデックス2の要素からインデックス4までの要素を一気に表示することができます。その場合は、リストの場合は、その3つの要素がリストという形で抽出されます。で、ここは例えば0から2をすると、これはインデックス0とインデックス1ですね。2までいきませんので気をつけてください。2マイナス1しかこういうふうに0、3までをすると、インデックス0、インデックス1とインデックス2の要素が表示されるので、だから1、2、3が表示されました。で、どんどん、そうですね、特に慣れてない人はどんどんここを、この範囲を変更して、どういうふうに変わるのかを試してみてください。ここは0、4の場合は、0から、インデックス0からインデックス3。また、1、4の場合は、インデックス1からインデックス3のリストがこういうふうに表示されます。だから必要に応じて一つの要素を選択するのか、スライスを選択するのか、場合によって変わりますので、その場合はこの2つの使い方があることを思い出してください。
で、今までの、そうですね、今までの作成、リストとかタプルの作成の仕方とか、インデックスの仕方とか、アクセスとかスライスの仕方は全くリストとタプルはほぼ一緒でしたね。一つの違い、今まで見た違いはこの括弧の種類だけでしたが、でも実はもう一つの違いがあります。これ一番重要な違いなんですが、リストの要素を変更することができますが、タプルの要素を変更することができません。これはミュータブルとイミュータブルと言います。じゃあ、これを試していきましょう。例えば、リスト1の4。これは、インデックス4の要素というのは5番目の要素を京都に変更することができますね、リストの場合。なぜなら、ここのランボタンを押した後に、こういうふうに表示されたのは、1、2、3、Hello 京都。もともとは World が入ってましたね。だからそれを京都に置き換えたということを確認できます。ただし、同じようなオペレーションをタプルですね。タプル1のインデクションの要素を変更しようとするとエラーが出ます。これはこのタプルというオブジェクトのそうですね、要素を変更できません。ここは代入演算ができないというエラーメッセージになっているので、からリストは変更できる。タプルが変更できないという重要な違いを覚えておいてください。だからもし最初から要素が変わらないというふうな確信があれば、もちろんタプル使っても問題ないですが、でももし変わるというふうに分かれば、例えば最初はクーリストからスタートして、どんどんリストを構築するのであれば、リストを使った方がいいです。ではそういう話をしてますので、リストとかタプルのオペレーションを見ていきましょう。どういう演算があるのか。例えば、このリスト1、タプル1、リスト3、タプル3はこのように定義します。で、この場合は、足し算ですね。このプラス記号を使って、リスト1プラスリスト3ですね。この足し算は、リストの場合は、2つのリストを結合するという効果があります。こういうふうに、リスト1は Hello World で、リスト3は A、B、C というリストですので、このように2つのリストを1つのリストにまとめたことになります。Hello World ABC というリストが作成されます。これはプラスを使うと。もちろん、このプラスという演算は、リストでもタプルでも同じ効果です。2つのタプルをこういうふうに足していくと、その2つのタプルの要素を1つのタプルにまとめることができます。あと、掛け算ですね。掛け算を使うと、例えばリスト 3×4 をすると、リスト3の要素が4回繰り返しされます。A、B、C という要素が4回、こういうふうに繰り返しされます。タプル3の場合も全く同じ効果です。タプル3の要素を2回繰り返して、1つのタプルが作成されます。ですので、このようにリストとかタプルの足し算とか掛け算はこのような効果があります。先週も見ましたが、ストリングですね。文字列にも数字にも別々の効果があるので、リストとかタプルの場合はこのような効果があることを覚えておいてください。では次、リストとかタプルをより使いやすくより便利に使うためには様々なリストとかメソッドがついています。では、そのリストとかメソッドはたくさんありますので、全部説明する時間がありませんので、もし見慣れてない人がいれば、このウェブサイトをクリックしていただければ、すべての Python のこのリストとかタプリに関してのメソッドがここにあるので、ここをまた見ておいてください。では、ここで、いくつかだけを紹介していきますね。まずは、繰り返し処理、for 文の場合、繰り返し処理を使うときに、この enumerate を使うと、リストのインデックスとそれに対するそうですね、要素を用意することができます。
しかも、こういうふうに enumerate リスト1プラスリスト 3×2。こういうようなリストを作って、でそのリストの各要素ですね。で、それぞれのインデックスを表示することができます。こういうふうに printxs ですね。をすると、作成されたリストは、リスト1は Hello World ですね。リスト3は ABC ですね。ただし、リスト3はかける2となっているので、ABC が2つになっています。だから、Hello World ABC というリストの各要素と、それに対してのですね、インデックス、こういうふうに表示することができます。一番最初の Hello はこういうふうに0。で、1 World、2 A、3 B。こういうふうにエニュメレートを使うと、このように便利な使い方ができます。では次は、このようにリスト1が定義されていると仮定しましょう。Hello World。で、場合によって、その後に、例えばもう一つの要素を追加したい場合もありますね。その時は append というメソッドを使うと、リストの末尾に追加することができます。だから、world の後に、この a long string to put at the end が追加されます。こういう append を使うと、毎回 append を使うと、一番最後に要素が追加されます。で、そうすると、もちろん長さが変わりましたね。もともとのリスト1は2つの要素がついてたので、長さが2なんですが、今はもう1つの要素を追加したので、長さが3になるはずです。では、ここを10個、そうですね、こういうふうにレンリストがあるので、length of 3になったことが分かりますね。1つの要素が追加されたからです。あと、多くの場合は、計算していく中で、まずは最初は、クリストからスタートして、で、どんどん計算していく中で、どんどん要素を追加していく。で、この場合はこのように append を使うと、クリストに ABC を追加することができました。そうすると、長さが3であることが、こういうふうに len というメソッドを使うと確認することができます。だから、the formerly empty list is now ABC and has length of 3というのは、このempty list に ABC を追加したので、長さが3となりましたというふうに確認できます。append 以外は他に便利なメソッドがあります。リストに関するメソッドがある。それは sort ですね。これ、並び替えという意味を持った関数です。で、どういう意味この並び替え、こういう文字列の場合は、各要素の一番最初の文字をアルファベット順を並び替えることができます。例えば、word list というリストの中には、Hello, this is a sentence とはなってますが、というふうなリストなんですが、sort 関数をかけると、各要素の一番最初の文字をアルファベット順で並べ替える。だから、A が一番最初。で、次は Hello が H からスタートするので H。で、is sentence。こういうふうにアルファベット順で並び替えることができます。あと、最後に先ほど少しだけお話したと思いますが、len という関数なんですが、len という関数は他にも使い方があります。先ほど言ったように、len はそのリストとかタプルの長さですね、要素の数を調べてくれる関数です。例えば、リストの各要素を一つずつを表示したい場合は、こういうふうにインデックスアクセスして、一つずつを表示したい場合は、こういうふうにレンジの中で len を使うと、このように print n list n をすると、先ほどの enumerate と似ているような効果が出ますね。各リストの要素とそれに対するインデックスを表示することができます。他にもたくさんのリストとかタブに関する関数もあるので、先ほど見せたページを見てください。特に慣れてない人は、ネットでたくさんのチュートリアルがあるので、もちろんそっちの方も参照してください。まとめると、リストとタプルは非常に似ています。ただし、大きな違いは、リストが変更できる。タプルが変更できない。あと、リストの書き方ですね。とか、タブの書き方は、括弧の種類が違う。そして、
そうですね。リストかタプリの作成方法は様々あります。それは、プログラムの必要ですね。ニーズによって作成の仕方が変わります。あと最後に、リストタプリには様々な役に立つ、わかりやすい、便利な関数とかメソッドがあるので、それを使った方がより効率的なプログラムができる。では、そうですね。リストとタプリに関する説明は以上です。Thank you. Thank you. So let's talk about the homework. This week there's an assignment called homework3.py, and it contains, I think it contains 3 functions, not 4, 3.1, 3.2, and 3.3. So let's talk about those 3 functions. Each of those 3 functions we can load by importing homework3 and then import lib, and then use import lib to reload homework3. And then we can use help to print the doc string from that homework. So the doc string for the first function, cancellation, says that we should copy the elements one by one from the input list into the output list. And if any one of the elements is equal to the stop function, we should stop the function and just return what we have so far. So for example, the cancellation of 3, 4, 5, 6, 7, 8 with the stop word of 2 should just return 3, 4, 5, 6, 7, 8. But 3, 4, 5, 6, 7, 8 with the stop word of 6 should just return 3, 4, and 5. So by the time when we see this, the word 6, when we see the 6, we should just stop and return what we have at that point. If we have 3.14, A, true, B, etc., and if the stop word is B, then when we get to the B, we should stop and only return what we have before the B and nothing after. When we have A, B, and C, if the stop word is A, then what we should return is the empty list. There should be nothing there. And if the input list is the empty list, then we should always return the empty list because there's no, when we're copying the input elements to the output elements, there's nothing there to copy. So we can test our code here, and so far I haven't done anything to homework 3, and so the result is that there's nothing. So if I go in and I open homework3.py, we can see that the reason there's nothing is that I've got a pass command here. So instead of a pass command, what I want to do is I want to take each element in the list. First of all, let me create an output list, which is the empty list. And then for each X in the list, I want to check, first of all, if X is equal to the stop word, then in that case, I don't want to copy it. In that case, actually, I want to break. I don't want to continue. I want to return only what I have until then. Otherwise, I want to copy to the output list the word X. In that way, I can construct the entire output list, and then what I want to do at the end is to return the output list. This return statement is important. This return statement says that that this output list that I've constructed is the thing that I want to pass back to the function that called me. If I save the code here, and then if I go back and run it here, then we can see that in fact 3, 4, 5, 6, 7, 8 has been copied to the output. 3, 4, 5 has been copied to the output, and then when it saw the 6, it stopped. Here, when it saw the B, it stopped and returned only the things that were before the B. And here, when it saw the A, it stopped and returned only the things that were before the A. So now it's satisfying all of the test cases, and so it should work effectively. If the cancellation function was about the break statement, then copy all but skip word is about the continue statement. As you can see, if we type help homework 3 copy all but skip word, what it does is it will print out exactly this doc string. And this doc string says that the function should copy elements one by one from the input list to the output list. But if one of the elements is equal to the skip word, then we just skip over that word, but keep checking all of the other elements. So this will be almost exactly the same code. Let me just copy this. The only difference is that if I see the skip word, instead of breaking, I should just continue. So in this way,
If I see the skip word, then I skip over it. And then after that, I continue with all of the other words in the input. If we go back to the notebook, we see that if I'm copying 3, 4, 5, 6, 7, 8, and I'm skipping over 2, it should return all of these because none of these is the word 2. But if I have a list that contains the word 6 as one of its elements, I should skip over the 6, and I should only return everything except for the 6. 3.14, 4a, but then the 6 is skipped over and I just go on to 7. Similarly, if I'm told to skip over the A, then I should return everything except for the A. So all of the B's should be returned, but not the A. And similarly, if I have a list that all of its elements are A and I'm told to skip A, then it should return the empty list. So I can test that with all of these functions. Oh, let's see. I made a mistake, didn't I? Oh, this one uses list, but this one uses input list. So I should change this to input list. Let's see if that solves my error. Now I'll use import lib to reload, and we see that 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, it returns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, because none of those is 2. 3.14a7b345 returns everything except for the 6. And then this one should return everything except for the letter A. So it returns everything except for the letter A. This one should return everything except for the letter A. So it returns everything except for the letter A. Finally, homework 3.3 is something a little bit different. It assumes that input list is a non-empty list in which every element is a number, and it should calculate the average. So for example, if the input sequence is 84, 61, 99, it should return 81.333 because that's the average of those elements. If the list contains these elements, then it should return the average. The value of an empty list, you don't need to worry about it. You can assume that it will never occur. The value of a list that has a string, you don't need to worry about it. It contains, you can assume that it will never occur. You can import modules in the standard library like math if you want to, and that will allow some values. But please don't use NumPy. Those of you who have heard of NumPy, please don't use it because it will the auto grader the grader will break on that. So we have an input list. Let's just go through. Let's take the sum of values, and we'll set that equal to 0 at first. And then for x in input list, let's take the sum of values is equal to the sum of values plus x. And then at the end, we'll return x divided by the length of the input list. This code would fail if the input list ever included anything besides a number, but we've been told that we can assume that the input will always contain a number. And so we can test this with the two lists that are given, and we find that the averages are 33.0 and actually, like in the function, instead of x, I think it should be sum of values at the end, return statement. oh, you're right. Thank you. Yeah, that's why I got the wrong value. Okay. Now maybe it will give me the 81.33. There we go, 81.333 and 1.35. So those are values that should work. Once you've written these, you can test them before you upload by loading grade.py. You can see the content of grade.py if you want to by going here and looking at grade.py. What it does is it runs some tests in order to make sure that the cancellation function does the desired operations, and the copy all but skip word and my average do the desired operations. So you can see that here I've run the grade function, and so it runs all three of those and gets 100% success. So then I can go to, I can use GitHub to upload it. I can type GitHub desktop.
And after I start GitHub Desktop, I can commit and then push. But instead of committing and pushing, I will go back here and replace all of these with pass so that we can go through this code again. Professor Mochizuki, do you want to describe how to do these things again? Yes. Thank you. では今週の宿題を簡単に説明します。今週は3つの関数を完成させることが宿題となっています。まずは、1番目の関数は、3.1 となっていまして、そうですね、関数名は cancellation という関数です。こういうふうに help homework3.cancellation を実行すると、その関数ですね、homework3.py の中にある docstring が表示されます。ここで何をするかというと、ここに説明が書いてあります。cancellation には2つの引数が必要です。インプットリストとストップワードです。で、最初にアウトプットリストを作成して、で、インプットリストからの要素を一つずつを読んでいきます。で、もしストップワードが見つかった場合は、そこで一旦、そうですね、そこで一旦止まって、今までの要素を返すという関数を作らないといけない。例えば、この345678というリストに対してのストップワードが6の場合は、345が表示されます。だから6の前の要素が全部返すことができます。もちろん上の2ですね。あるいはストップワードが入ってないので、あまり効果なくて、要素が、リストが全体が返されます。あとは3番目、ストップワードが B となってますね。だからこの中で B まで、だから 3.14A true が表示されます。あとはもし A がストップワードであれば、今回は A からスタートしているので、だから何も返されないですね。クーリスト。で、もちろん、リストが何も入ってない場合は、もちろん、どんなストップワードを使ってても結果がクーリスト。こういうテストケースがあるので、まずは関数を作って、このテストケースの実行結果を確認していきます。今は全部 None という結果が出ました。その理由は、この homework3.py を開くと分かります。今は全部パスとなっているので、これは思い出してくださいね。パスという記号を使うと何も実行される。だからパスを削除して、これからコードを書いていきますね。返されるのは、まずはアウトプットリストですね。アウトプットリストはクリストとして定義して、で、for 文を使ってリストの各要素を確認していくので、for x in list。で、if 文を使って x とストップワードが等しいかどうか確認して、等しければここで break を使います。ブレイクを使えばこの for loop が停止されますね。もし、if の条件が false であれば、どんどんアウトプットリストに x をアペンドしていきます。で、この for 文が終わりましたら、return コマンドを使ってアウトプットリストを返せれば、完了です。では、この関数をテストしていきましょう。ここでテストすると、先ほど説明したテストケースは全部同じ要素している結果が出ました。これは1番目の関数。では2番目の関数を見ていきましょう。2番目の関数では、そうですね、copy all but skip word。ここでは continue という記号の練習となる関数です。で、どういう関数かというと、下の方、usage example ですね。ここに説明があります。例えば、345678、345というリストに対してスキップワードが2の場合は、2以外のすべての要素を返す。ただし、今回は2が入ってないので、リスト全体そのまま返されます。2番目の例では、スキップワードは6となっているので、6以外のすべての要素が返される。次は、スキップワードがA ですので、A 以外の要素が全部返されたことを確認できますね。このような関数を作ること。最後は A ですね。A でしか作られていないリストを、もしスキップワードが A であれば、もちろん返される結果がクーリスト。
で、もし入力で送る人であれば、もちろん何も返されない。コードはほぼカンセレーションとほぼ似ています。ただし、そうですね。インプットリスト。リストは繰り返しに見ていくリストは、インプットリスト、スキップワードを変更すればいけるはずです。では、ここは保存して実行結果を確認してください。では、ごめんなさい。もちろん、コンティニューですね。コンティニューが必要です。ブレイクのままだと、予想してない結果が表示されますので、これはコンティニューはここで入力すること。で、ここで実行すると、このように、例えば6、スキップワードが6の場合は、6以外の要素が全部返されたことが確認できます。では最後は、これはインプットリスト、MyAverage という関数にインプットリストが引数で、そのリストすべての要素の平均を計算する関数となります。例えば84、61、99というリストの平均は81.333。また、こういうテストケースがあるので、だからまずは、そうですね、sum をこれから足していく数字でfor 分を作って、で、s イコール s プラス x。で、こういうふうに全ての要素の足し算。で、最後に平均を計算するので、こういうふうに len を使って、これは要素の数となります。こういうふうに平均を計算して、で、最後にノートブックに戻って確認すると、先ほどの説明と同じ結果が出ました。で、最後に皆さん自分のグレードが100%になってないかを確認してください。こういうふうにランボタンを押して100%になれば終わりです。あと最後にいつも通り自分の GitHub にこういうふうにコミットして、プッシュオリジンをすると完成させます。あと最後にそうですね、URL をコピーしてブラックボードに貼り付けてください。GitHub 自分のレポジトリに入って、レクチャーさんのノートブック、.py ですね。ここの URL をコピーして、ブラックボードに提出してください。これはホームワーク3ですね。ここで URL を貼り付けてください。Okay, thank you. That's all for this week. Let me do attendance. Hopefully very quickly here. Let's see. 最後に出席を取りますので、皆さん準備しておいてください。Which semester? Is It's it the this one? lowest, yes. Thank you. Everyone, please go ahead and take attendance using this number. 皆さんどうぞ出席を入力してください。Okay, I think that's everyone. Yes. Okay, thank you, everyone. I'll see you next week. 皆さんお疲れ様でした。また来週。